回は東京四谷のスタジオオールインを経営されているキリコさんにお話を伺います。ここでは毎月30人規模のイベントも開催されていて、多くの人を魅了するキリコさんの魅力をお聞きしたいと思います。私たちが最初に会ったのっていつ頃でしたっけ？もう何年経つんだろうね。10年ぐらい経つかしら。ねえ、なんかシンガポールに遊び行って、で初めてマンチに参加した時に日本人いるよみたいな感じでそこで知り合ったみたいなそうそう、なんかもう積極的に早速スパンキングしてましたね。何しに行ったって、海外の SM に触れ合いたいみたいな感じからで行ってたから、もうマンチって結局サークルみたいなんて言うんだろうね、あれ。その BDSM が好きな人が、話したりできるところですね、オフ会みたいな感じでね。そう、オフ会よね、なんかバーがあって、そこを貸し切ってイベントみたいにして月1でやってるんですよね。でそこに参加させてもらって、もういろんな人と喋ってわーって遊んでてそうそう、すごい人気で、毎年なんかキリコさんたちいつ来るんだってそう楽しかったもん。行くとみんないろんな人叩いていや行列ができてますね。毎日もうアポイントメントで忙しいみたいな懐かしいなね。コロナになって全然行けなくなっちゃったけどね。また行きたいな。また行きたいですね。そこで知り合ったんだよね。たまたま居合わせたというか、でそこで私は初めて全体というものを知ったというなんじゃこりゃみたいな私がその来てたから。いや、なんか喋ってたら、私は全体が好きだとか、なんかそういうなんか動画撮ってるだとか、活動してますって言われて、なんじゃそりゃと思ってそしたらあげますって言われて、みたいなくれるのくれるならまあもらってもいいけどと思って渡されたやつが、超ちっちゃい S サイズ SS サイズじゃないかっていうぐらい、もう手がここまでしか入らないようなちっちゃいやつ渡されて、でも空港に届けに来てくれたんだよね。そう、わざわざそう駅だったか空港だったかまで来てくれて、だからそこで試着をするとかそんな時間も全くなくて、ありがとうって言ってそのまま飛行機に乗って帰ったのよ、日本。最後のとこだったね。そう、だからどんなもんなのかも全く分かんないまま、着方も教えてもらってないし、でももらってしまった全体をどうにかしなきゃいけないと思って、どうしようって言って、じゃあまず日本で全体がなんだろう、全体といえば誰かなっていうのをまず調べて、でその人になんかこんなのもらっちゃったんだけどどうしたらいいかねっつって相談して、でイベントをするようになったという。せっかくもらったんだから、ちょっと義務を果たそうと思って一人でなんか着れないし、着ても何していいか分かんないし、じゃあそういうのが好きな人がいっぱいいるならちょっとイベントにしてみようかなと思って始めたのが全体スリスリパーティー。最初のイベントはどんな感じでしたか？それがね、いっぱい来てくれたの。なんかその当時は全体でなんだろう、イベントを大々的にしてるところがあんまりなくて、なんかそういう日を設けてバーでちょっと飲むとか、あとは個人的にホテルとかに行ってスリスリをするとかやったとしても、多くて5人とか、そういうなんかちっちゃいのはちょこちょこあったみたいなんだけど、ビャーって集めてビャーってやってビャーってスリスリするみたいなイベントはあんまりなかったみたいで、珍しかったんだよね。でも全身タイツが好きな人って意外といっぱいいて、そのルールのイベントのルールに全身タイツを持ってる人が持ってこなきゃいけないよっていうルールにしたから、持ってない人は参加できなかったんだよ。なのに30人限定でイベント開催したのも結構来たのよ。びっくり。で案の定ゆずるにもらった全体は着れずなんやねんこれっつって
その日に来てくれて参加者の人も誰も着れなくて、なんこのちっちゃいやつで子供用かとか言いながら、もういずるっぽいね。どういうチョイスだよ。でそこから今に至りますね。ずーっとまだまだ開催し続けて、もう何回やったかな、100回ぐらい超えたかな。なんか結構やってる。毎月やってるんですか？そうそれと途中から全体プチパーティーっていうのも始めて、そっちはなんだろう、全体を持ってない人もレンタルで貸してあげるから、まあ気になる人はおいでよみたいな感じで初心者向きのイベントも始めて。それがプチパーティーなんですか？そうで全身タイツプラス何かを羽織る、例えばコルセットつけるとか、全体の上に洋服着てみたいとか、まあなんかティアラつけたいだとか、首輪つけたいとか、手かせとか足かせたとか、あとはマスクをかぶりたいとか、いろんななんか装飾をしたい人が結構いて、じゃあプチパーティーだったらそういうのしてもいいんじゃないみたいな、なんか割と何でもあり、全体で金箔されたい人とかも。プチパーティーがそういういろんなことをやる、そうメインは全体なんだけど、全体プラス何かができるのが、そうプチパーティー、入り口ちょっと広めな感じで、そのスリスリパーティーは全体持ってないと参加できない。でも最近はだんだん参加者が落ち着いてきたから、まあ貸してあげるよみたいな感じにしてて、いろんな人が、持ってなくても来れるようには。どんな感じですか、スリスリパーティー？スリスリパーティーはみんなスリスリしてます。もう他に装飾が何もないから、もう本当にこのままなの、このままで何がいいって、やっぱまあ触っててもどこも引っかかるところがないから、スリスリしやすいから、ベッドここにドーンと4つエアベッドのダブルサイズのエアベッドを4個どんどんと置いて、そこにワシャーって人が集まってワシャーってスリスリするみたいな。1対1でやってる人もいるし、よしみんな来いみたいな感じで全員わーって来てわーってスリスリしまくるみたいなこともあるし、そういうのをまとめてるんですね、キリコさんは。そうね、私結構なんだろう、日本人って戦闘機ってはいこっちってやる人って結構少ないんだよね。でもあれやりたいこれやりたいそれやりたいって思ってて、でもうじうじして何もなかなかできなくてっていう人が結構多くて、そういうのやりたいって思いを持ってきてて、でも自分からは発信できないし、恥ずかしいし勇気ないし、でもせっかく来てんだからやりなよっていうのを私がこう誘導してあげるのは得意だから、例えばずっと座ってるまんまスリスリしてないなっていう人がいたら、ねちょっとおいでよみたいな感じで、あの子もちょっとスリスリしてないからちょっと来てみたいな感じで、もうスリスリに呼んであげたりとか、なんか割とみんなが遊びやすいように。キリコさんやっぱみんなが楽しんで見るのが楽しいんですか？もちろん人が楽しんでるのをみんな楽しいんだけど、自分も楽しくなかったら意味ないので、どっちかっていうと私が楽しいんだからあんたたちも楽しいでしょみたいなノリかな。そうだから私が楽しいって信じてるし、もう絶対楽しいって思ってるから、それにみんなを巻き込んで、一人で楽しむより楽しいって思ってる人がもっとたくさんいたらもっと楽しいみたいな。そうだからやっぱみんなを引き込んでみんなでわーってやるのが好き。人数が多くてみんななんか楽しんでる感じがいい。そうそれが楽しいんですよ。毎回すごい楽しい。楽しくない回はないね今までね。いろんな人がいるから、もちろんなんかちょっと合わない人もいるだろうし、みんながそれぞれもね、私もそうだし、でも嫌なものは嫌だって言えばいいだけの話だから、みんなにだからそれをちゃんと伝え、嫌なものは嫌だって言っていいし言わなきゃダメだし、でもそれで傷つく必要もないし、今そうじゃないだけだからみたいな感じでちゃんと言い合おうね
っていうのをルールにしてるんですよ。スリスリキリコさんもなんか気持ちいい。気持ちいい。どんな感じですか？普通になんか触るよりも、布越しに触ってる方がなんかやっぱり優しい触り方をみんなしてくれるし、私も優しい触り方をしようとするし、なんかただこうペタ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 触るっていうよりもはふわふわふわってやってくれるんだよね。それがすごい楽しい。サワサワってサワサワサワふわふわふわって触るみたいな、それがすごく好きで、でさらになんだろう、普段触らないところを触るっていう良さがあって、例えばなんかこういうとことかあんまり触らないじゃないですか、そういうなんか普段触らないところ、首筋だったりとか顔だったりとか目のとこだったりとか、なんかまあ今日初めましてどうもって言って絶対触らないじゃないですかでもそういうのができちゃうのが全体、オーガナイザーだからやっぱりいろんな人見てるし気も使いつつでわって入ってって、で入ってってもやっぱ人のことは見てるからなるべく見るようにしてるし、なんかこの人はあの人がちょっと苦手だから近づけないように私がここでとかそういうのもちょっと考えてるから、スリスリだけに集中してるかっていうとまあそういうわけでもなかったりはするけど、でもみんなが楽しいのが楽しいってことですね。楽しいがいい。なんか私全体だけじゃなくていろんなイベント企画して、例えば平日昼間の会、平日夜の会、いろんなジャンルの変態な人がいっぱいいるから、何でもいいから変態だと思う人は遊びに来なよみたいな会をしていて、でそこに集まった人同士でマッチングして遊んだりとか、一人がなんかこういうプレイが好きですって言った時にみんながそれどういうものか知らなかったり興味があったりしたら、じゃあ今からそれやってみようよみたいな感じでみんなでわって始めたりとか、そういうなんか何でもござれな感じのパーティーをしてます。であとはお仕置きバーって言って、お仕置きが好きな人、ペンペンが好きな人のためのイベントを企画していて、まあ、その日のメインのママがいて、ママがお説教したりとかしながら、ママはメインで一応いるけどお客さん同士で遊んでもいいし、もちろん私もいるし、私が一番好きなのはやっぱりお仕置きとかペンペンっていうプレイだから、まあ、それをそのイベントの中でやったりとか。それがキリコさんのなんていうかシグネチャーっていうか、そうね、一番好きなプレイはスパンキング、お仕置き、 SM っていうよりもはなんかちょっとジャンルが違うんだけど、まあ SM に近かったりもするんだけど、でもお仕置きっていうなんだろう、怒っていい子になってもらうとか、悪いことをちゃんと注意してもうしないように正しい道に持っていくとか、なんかそういうお互いにやり取りが欲しいっていうか好きっていうか、その行為だけじゃなくて、そのなんか喋ってやり合いっていうんですか、関係性がいいんだ。だからなんかあんまりこの人好きじゃないなっていう人のことは叩きたいと思わない。そういうのがあるんですか。この人にいい子になってほしいとか、正しい方向にちゃんとまっすぐ進んでほしいなとかっていう気持ちが芽生えないとお仕置きができない。平日昼間の会、夜の会、お仕置きバー、あと全体でしょ、プチパーティーとスリスリパーティーと、あとは、たまにやるのがウェット&メッシーのイベント、ぬるぬるパーティーっていう名前でやってるんだけど、なんかその時によって使うものは違うんだけど、ローションだったりとか生クリームだったりとか、いろんな食べ物をこうみんなで持ち合って、いろんな食べ物をぐちゃぐちゃして遊んだりとか、食べたり塗ったりとか、あとはペイント、あとはなんかいろんな指絵の具っていうのがあって、なんか子供のなんか手でこう手形つけて紙にこうやったりできるような、安全なね、そう、それをなんか体にベタベタ塗ってみたりとか、あと金粉銀粉、いろんなタイプのメッシーの、ここの経営をするようになったのはどんなきっかけですか。もともと全然なんか自分の箱を持つなんて考えたこともなくて、SM に興味あったんですか。あった昔、高校生の時に高校の先生がなんかスパンキングをする人で、
授業とかでもう放課後ね、もうあなた君は居残りって言われて、居残りでテストの結果みたいなそう点数が悪くて居残りさせられて、そう叩かれるみたいな。高校で？高校生、女子校だったんだけど。結構だってもう大人じゃないですか。でも私はその先生のことが大好きだったんだよ。だからそうなんだ。もうそうだから好きな先生がやることだから OK みたいな、よくわかんない思考回路。その若い先生？当時私が高校2年生の時に39ぐらいだったかな。好きだったんだ。その先生のことが好きだったんだよ。だからなんか、もっとみたいな、わかんないけど痛いよ、痛いんだけど叩かれたら。痛いんだ。なんか黒板に使う定規とか三角定規とかなんかあるじゃない、なんかこんなやつ、あれで叩かれたりとかしてて居残ってこういうそう机にポーズして叩かれる。パンってスそうカートの上から？スカートの上からだったか、まくられてたとか、あんまり覚えてないそうだからなんかそこで叩かれる、痛いけど好きな先生だったら好きな人だから OK みたいな、なんかよくそういうスイッチからなんかもう卒業するじゃないですか、高校。そしたら普通の人と付き合っても、ペンペンなんてことは起こらないし、痛いことが起こらないんだけど、あれよかったなみたいなやっぱ思い出しちゃって、でそれをもう一回してもらうにはどこと知り合ったらいいんだろうって言った時に SM が好きな人と知り合えば叩いてもらえるって思って SM の方向に走っていた。そうでなんか自分が楽しいんだから、自分が叩かれたり、ね、痛い思いして気持ちいいんだから相手も気持ちいいに違いないって思っていっぱいいろんな人と遊んで SM いっぱいやったんだけど、私が今度やる側になりたいと思ったわけ。男性にずっと言われてたから喋り方、男性が私を怒ったり罵ったりするプレーはずっと受けてきてたけど、じゃあ私が逆に女王様になろうと思った時にどういう言葉遣いでどういう風な手順でどういう風にやったらいいか分かんなくて、どうしたらいいか分かんないって思った時に、私まだ足りないんだと思って、修行が足りないって思って、私もっと M を極めないと S にはなれない。なんかちょっと鳥肌立つ、すごいそれでM 女のお店に入ったんですよ。1年ぐらいそこで M 女として働いてもっと極めなきゃと思って、だから普通に昼間は病院で働いてたんだけど、そこで働いて、で夜になると反対側の口に行って夜のお店で SM の M 女として働くみたいなの1年やったの。そうめちゃめちゃ楽しかったけどね。そうなんだ。いろんな人がいて、いろんな人と知り合って、いろんなプレイして、で1年ぐらいしてちょっとお店がそろそろ傾いてきて、そこのお店が、そうでそろそろっていう時に、じゃあ分かりましたって言って辞めて、じゃあもう1年もやったんだから私大丈夫だわと思って、個人的にその当時はミクシーとかあって、でそこに自分の自己紹介書いて、こういう人募集みたいなの書いて、いろんな人と会うようになって、今はねツイッターとかね、ツイッターとかかもしれないですね、出会うんだろうけど、その当時はミクシーと、あとスナイパー、SNS、そういう SM の、SM スナイパーだったかな、なんかそんなようなのがあって、そういうのからいろんな人と知り合って、いろんな人と遊ぶようになって、でやっぱりスパンキングが好きだからやるのも、やる側がメインで、でそうしてるうちに縄が好きな人と知り合って、縄面白いなと思って金箔を覚えようと思って、で受け手としていろんなところに遊びに行ってたの。まずはやるなら、まずはやられる側も
そうなんだっていうタイプなので、そうだから縄やったことないから、じゃあ縄極めようと思って、受ける方も結構いろんなところに行っていろんな人にやってもらって、でそうこうしてるうちにここで縄会をやっていて、そこに私参加何回もしてたの。月に1回かなんか開催してる縄会に、その当時はここ他の人が営業してたから、でだからここには来たことがあって、でその人がまあそろそろちょっと発行をやめようと思うっていうタイミングで、あ、面白そうだなと思って名乗りで、ペンペンするってすごく痛いじゃないですか、お尻叩かれたら。で大体なんか相手って男の人も女の人もやっぱりただ膝の上に乗ってるだけで叩かれてるから、痛かったら暴れて降りようと思えば降りれるし、逃げようと思えば逃げれるんだけど、でもまだ反省してないでしょって言って、また戻ってらっしゃいって言うと、頑張って戻ってくる。可愛いんですよ。たまらない。その瞬間がいい。そうなんだろう、だから多分もうなんだろう、まあ恐怖もあるんだろうね。戻らなかったらもっとひどい目に遭うかもしれないって恐怖かもしれないんだけど、相手にとっては。でも逃げれるのに逃げないでちゃんとここに戻ってくるっていうのは、やっぱりこう私の気持ちがちゃんと伝わってるんじゃないかなって思えるし、いい子になってもらいたいからこうやってるんですよっていうのがなんかこう通じてるんだろうなっていう。そうでもまあここもレンタルスペースだから、基本的にはここを借りてもらってなんぼ、借りてもらってそのレンタル代を稼ぎたいんだけど、やっぱりそれだけだとここを運営していくのに大変だから、まあ自分でイベントして、でお客さんが参加費とか払ってくれたらここも維持存続できるしっていうのもあって、ここをみんないろんな人に借りてもらって、ここで他の人が企画していろんな人集めてとか、そういう感じで使ってもらえたら本当は嬉しいんだけど。場所もいいとこですよね。四谷三丁目の駅から歩いて3分。あけぼの橋からも来れるし5分くらいかな。もう中心ですね。新宿駅からだったら30分くらい歩いて30分くらい歩いてこれるんだ。歩いてこれるよ。そう。